スープは前日前の日に作って仕込んでおくとね、まあ、数日かけて数日かけです。大根と白菜とこう漬物にしたものですね。あそこから出汁が出るんで、それを元にスープにしてます。発酵させて、はいはいはい。だから1日ではできないできないですね。はい。何日も前から韓国冷麺は肉汁とかを元に作ってるんですけども、平常冷麺はこの水キムチの出汁あれを使ってて、まずそれが一つありますね。なるほど。特徴の一つとして、あとは麺の粉ですね。そば粉を使ってるのが平常冷麺。平常冷麺、そば粉です。ガス釜で美味しそうです。でついでに卵も入れてるんです。あ冷麺に入れる卵。入れる。ゆで卵を作ってる。そうですね。このお湯自体もこう炊いて、こうものすごい熱い熱湯にしてから冷麺を後で茹でるんですよ。冷麺自体はこの粉からここでこう練りまして、はい、お湯をこう混ぜながら、はいはい、でこの筒を通して出てきたのをこう湯がく。そういうこと。その上から出てくるってことです。これ今ちょっとこれ置いてますけど、はい、これ押し出し器でして、はい、ギューッとこう降りていってここから冷麺がニューッと出てくる。すごい一連のそうですね。昔はもうこれ機械じゃなくて、はい、人力で打ってやってたんですか。そうですそうです。何人か大人がこうはしご登っていて体重をかけて踊ってそんな大変なこねるのはじゃあその一日何回もやってるってことですか。そうですそうです。父がねここで注文いただいたらこの粉あるじゃないですか。注文を受けてからやってるんですか。そうですね。注文を受けしてこの粉をここに入れて、はい、で手こねで手打ちでこねて出す。なるほど。で出てきたのもここでまた冷やして。そうですね。特別な水道でして氷水冷たいのが出てくるんです。こんな感じです。これが半分切ってそうですね。そうですそうです。基本的にはその日の温度で変わりますからね。気温で？気温が1度でも上がったらやっぱりお客さんがこう冷麺を思い出してたくさん来られるんでそうですね。で寒かったらやっぱりこう忘れられるところがあるんですけど、もともとは冬の食べ物で冷麺は。冷麺って冬の食べ物なんですか。そうなんです。寒い日に部屋を暖かくしてこう食べるっていう。贅沢。そば粉がね寒い地域じゃないとよくできないっていうのもあって、そういうこと。朝鮮半島でいう北の地域でよく家庭料理として食べられてるっていう始まりですね。冷やし中華のイメージがあって、はい、夏に食べるっていうそう思っちゃうね印象が強いんですけれども、はい、通の方は冬にシャキッとしたねそうですね、食べに来られる方も多いです。赤羽さんはどのくらい今お店やってるんですか。いくつからやってるんですか。71年。71年。おいくつなんですか。今92歳。若いですね。働いてるから元気なんですかね。そうですね。まあ店に来てるのが楽しいからね。いいですね。2代目ってことですよね。2代目。2代目ですよね。で息子さんとかお孫さんがこれから。だから今が4代目やね。4代目。いいですね。ご家族でやりですね。お店はじゃあいつからやってるんですかね。いつからわかんないぐらい。
80年以上はしてるみたい。 80年以上、すごい。背中カイロ貼ろうかしら。寒い。ちょっとね、急に寒くなり朝はますね。ね。冷えましたね。これは焼肉丼。あ、焼肉丼。はい。焼肉丼に使う肉。なるほど。なんかでもネットで見ると今年ってみんなじゃあ麺と焼き丼を食べる。はい。で焼き丼が3つです。一旦ここでおろって粘りを取りまして、こっちでもう一回締め直す。もう一回締め直す。生姜3つで。はい。
はい焼き丼です食べたことあるんですか？はい。美味しいですよね。いやいやいや、ダブル注文しますよ。まだサービス感があるけどかけるんですはいどうぞ結構こうスープがさっぱりしてはい酸味もあって美味しいんですけど、あれは結構飲み干してるもんなんですか？そうですね、僕も小さい時から冷麺屋にずっといるんですけれども、はいまあひいおばあちゃんからもう最後まで飲みなさいって言われてましてへー飲み干すようにしてますね。で発酵してますので、はい成長作用があって腸を整えてくれたり、はいまた美容にもいいっていうふうに言われてるので、まあおばあちゃんとしてはあ、おばあちゃんねはい。うち娘が今6歳になるんですけれども、はいまあ2歳からずっと冷麺食べてて、スープは残さず全部飲みますね。美味しい美味しい。美味しいですね。美味しかったです。やっぱ麺がはいすごいと思うんですけど、うんうんあれはそば粉だけなんですよそうなんです、ね。基本的にうちはそば粉の芯の部分芯の部分使ってまして、だから白っぽく、はい、透明な感じにできてるんですよね。その場でこねて、はい麺にして茹でてるからなんですか、そうですね、コシというか、そうですね練り具合であったり練り具合とかとか茹で時間であったりとか、もうそれは感覚というか、そうですね、流れの体で覚えてる。覚えていくしかないです。僕自身はまだ5、6年ぐらいの修行なので、父は30年、40年で麺もやっぱりこう賞味期限というか持たないんですよね。もうね、出来上がってもうすぐに食べないとどんどん伸びていって伸びちゃうんだ固まってしまって、まあ、食べれるんですけども美味しくなくなっちゃうので、持ち帰りとかそういうのにはあまり適してないかなっていう、出来たてをはい、食べていただきたいなとは思います。わかります。ありがとうございます。ありがとうございます。